夜の幹線道路を車で走っている時、ふと窓の外に目をやると、完璧にライトアップされた美しい家々が静かに並んでいるのを見たことはありませんか。周囲の暗い道路やシャッターの閉まった店舗の並びとは対照的に、そこだけは昼間のように明るく照らされています。どの家も最新のデザインで建てられ、手入れの行き届いた植栽が光を浴びています。暖かいオレンジ色の明かりが窓から漏れていて、絵に描いたような理想の街並みがそこには広がっています。しかしその風景を目の当たりにした時、私たちはなぜか安心するどころか、言葉にできない心細さを感じてしまいます。住宅街とそっくりな外見をしているのに、なぜ一刻も早くそこから離れ、自分の車や家へ戻りたくなってしまうのでしょうか。岩観光察ラジオへようこそ。今回は夜の住宅展示場が放つ明るいのに心細いという違和感について少し深く考えてみたいと思います。昼間の住宅展示場は多くの人にとって希望や期待に満ちた場所です。週末になれば入り口の駐車場には途切れることなくたくさんの車が並びます。案内をする交通整理の警備員がいて、色鮮やかなのり旗が風に揺れています。広場にはイベント用のテントが張られ、風船を配るスタッフの声や楽しそうに走り回る子どもたちの声が響きます。そこには未来の暮らしを夢見るためのとても明るくて賑やかな空気が満ちています。お目当てのモデルハウスに足を踏み入れると、真新しい木の香りが鼻をくすぐります。広々とした玄関には来場者のためのスリッパがきれいに並べられ、奥からは営業担当者の明るい声が聞こえてきます。広くて天井の高いリビング、最新の設備が整ったアイランドキッチン、光がたっぷりと差し込む大きな窓、そのすべてが訪れた人々の心を弾ませます。アイランドキッチンに立って週末に料理をする自分の姿を想像してみたり、リビングの大きなソファに座って映画を見る休日を思い描いてみたりします。子供たちは吹き抜けの階段を見上げ、ロフトのある子供部屋を見て目を輝かせます。庭のウッドデッキに出て、ここでバーベキューができそうだと家族で笑い合うこともあります。収納の広さを確認しながら、今の家では入りきらない荷物のことを思い出したり、洗面所の明るさを見て朝の支度が少し楽になりそうだと考えたりします。昼間の住宅展示場はここに住んだらどんな暮らしになるのだろうと明るい想像を際限なく広げてくれる場所です。そこにある家は未来の幸せの象徴として堂々と立っています。人間の期待や憧れを優しく受け止めるために全ての空間が完璧に設計されています。しかし日が落ちて営業時間が終わり、関係者が全て帰宅した後、その空間の空気は一変します。夜の幹線道路を車で走りながら、ふとその前を通りかかったと想像してみてください。周囲の街並みはすでに深い夜の闇に沈み、行き交う車のヘッドライトだけが流れるように道路を照らしています。その中で住宅展示場の区画だけがまるで別の空間から切り取られて、そこに置かれたかのように白く浮かび上がっています。入り口ゲートの外側から眺めているだけでも、そこには昼間とは違う空気が漂っています。さっきまで道路にあったはずの現実の音がほんの少しだけ遠のいていくように感じます。大型トラックの排気音やタイヤがアスファルトをこするロードの伊豆は聞こえるのに、展示場の内側だけが別の静けさに包まれているように見えるのです。誰もいない区画道路の奥へで視線だけを向けてみます。昼間はベビーカーを押す家族連れやパンフレットを手にした人たちであふれていた道です。きれいに掃除されたアスファルトには塵一つ落ちていないように見えます。
等間隔に配置されたデザイン性の高い街灯が足元まで真っ白に照らし出しています。普段の私たちが知っている夜の住宅街なら必ずあるはずのものがそこにはありません。生活のノイズです。どこかの家から漂ってくる夕食の匂い、換気扇が低く回る機械音、窓越しにかすかに聞こえるテレビの笑い声、誰かがお風呂に入っている水音、自転車のブレーキが擦れる音、玄関のドアが開いてただいまという声が聞こえる気配、そうした誰かが生活しているという証拠がここには全く感じられません。夜の風が植え込みの葉を揺らす音だけが異常なほど鮮明に耳に届くような気がします。昼間はあんなに賑やかだった場所が夜になるとまるで巨大な舞台のセットだけが残されたような空虚な空間に変わってしまうのです。玄関アプローチに目を向けると完璧に整えられたタイルと芝生がライトの下で静かに浮かび上がっています。白い外壁はライトアップされて美しく輝き、すべてのモデルハウスからは暖かいオレンジ色の窓明かりが漏れています。しかしその窓明かりに目を向けた時、私たちは奇妙な落ち着かなさに襲われます。薄いレースのカーテンの奥には昼間見たのと同じように高級なソファやきれいに整頓されたテーブルがうっすらと見えています。ダイニングテーブルの上にはおしゃれなランチョンマットが敷かれ、まるで今から夕食が始まるかのようです。キッチンには生活感のない白いカウンターがあり、使われた形跡のないシンクが光っています。玄関には靴がありません。リビングには読みかけの本もありません。子供部屋らしい空間には整えられた机や小さなベッドがあっても、そこに今日の宿題や脱ぎ捨てられた服はありません。今すぐにでも奥の部屋から誰かが現れてソファにくつろぎ始めそうなほど完璧な生活の舞台が用意されています。それなのにどんなにその窓明かりを見つめていてもそこに人の動きは全くありません。テレビの青白い光が壁に反射して点滅することも、誰かが部屋を移動して光の加減がふっと揺らぐこともありません。2階の窓の明かりが突然消えたり、別の部屋の明かりがついたりする日常の些細な変化が一切起きないのです。周囲を見渡してみると、右にある家も左にある家も、その奥に建っている3階建ての家も、すべてが同じように完璧にライトアップされ、そして同じように完全に無人です。生活の気配を期待させる温かい光と、そこに誰もいないという絶対的な不在、そのギャップに気がついたとき、私たちは説明しにくい居心地の悪さを感じます。人が生活しているから明るいのではなく、ただ空間を美しく見せるためだけに光が放たれ続けているのです。人間のために灯っているように見えて、実際には天地のために灯り続ける家々、その光を見ていると暗闇そのものへの不安とは違う白々しい空虚さが胸の奥に広がっていきます。もしその無人の区画道路を歩いたとしたら、自分自身の存在すらもこの場所にそぐわないような気がしてくるはずです。一歩踏み出すたびに自分の靴がアスファルトを叩く音だけがコンクリートの壁や外構に反響して妙に大きく響き渡るように感じます。すべての家がきれいにライトアップされ、玄関灯も明るくついているのに、備え付けの駐車スペースには生活の痕跡がありません。自転車の影もなければ、傘立てに傘が刺さっていることもありません。宅配ボックスに荷物が届いている気配もなく、庭の片隅に子供のボールが転がっていることもありません。これほどまでに美しく、これほどまでに明るい住宅街のような場所なのに、自分には帰る場所が一つもありません。どの玄関も明るくと灯っているのに、そのどれもが自分の帰る場所ではないのです。
周囲の完璧な街並みから自分だけが完全に浮き上がってしまったような、そんな孤独感が押し寄せてきます。この作られた街の中に自分がうまく馴染めていないという感覚が少しずつ強くなっていきます。何も起きていないのに、ここは自分が長居していい場所ではないと体が静かに告げているように感じます。早くここから離れて自分の日常へ戻らなければいけないという圧迫感が胸の奥に生まれます。展示場の明かりから少し離れて自分の車へ戻ろうとします。しかしそのわずか数十メートルの距離がなぜかひどく長く感じられることはないでしょうか。無数の窓から漏れる人工的な光が背中側に残り続けているようで、思わず足早になってしまいます。ようやく自分の車にたどり着いた時、どれほど深く息を吐き出すでしょうか。思い車のドアを開けて運転席に滑り込み、ドアをしっかりと閉めた瞬間、外の不自然な静けさからようやく切り離されます。エンジンをかけます。いつものカーナビの画面が明るく光り、現在地を示す矢印が表示されます。デジタル時計の緑色の数字やエアコンの吹き出し口から出る見慣れた匂い、明日の仕事の予定や帰り道に寄らなければならないコンビニのこと、この先の交差点の渋滞情報、普段なら煩わしいはずの現実がこの時ばかりはとても愛おしく感じられます。自分を現実につなぎ止めてくれる心強い怒りのように思えるのです。なぜ私たちはこの綺麗で明るい夜の住宅展示場にこれほどの心細さを感じるのでしょうか。住宅という建築物は本来光や形だけで安心を作るものではありません。家の安心感というのはその内部にある生活のノイズとセットになって初めて生まれるものです。夕暮れ時に家の窓に明かりが灯ると、そこには誰かが帰る場所があり、日々の営みが続いているのだと私たちは無意識のうちに感じ取ります。脱ぎ捨てられた靴があり、出しっぱなしのコップがあり、かすかな話し声や夕食の匂いがある。そうした偶然の揺らぎや人間が生きているという小さなノイズこそが家という空間にイニシを吹き込んでいます。少し散らかったテーブル、閉め忘れたカーテン、玄関先に置かれた傘、使いかけの洗剤、冷蔵庫の低い駆動音、そういう不完全なものの積み重ねが私たちにここには誰かの時間が流れていると教えてくれます。しかし住宅展示場の家は生活するためではなく見せるためだけに作られた展示物です。そこには生活の形は全て揃っていますが、生活のノイズが完全に抜け落ちています。窓明かりは暖かいのに、そこに人がいないことで逆に人間の不在を痛烈に際立たせてしまいます。完璧に整っている空間であればあるほど、そこを利用する人間がいないという事実がひどく不自然に浮かび上がります。住宅展示場は住む場所ではなく、住む想像を売るための場所です。昼間はその想像が人の声や表情や足音によって支えられています。しかし夜になると、その想像だけが空間に残り、人の気配だけがきれいに抜け落ちます。だから住宅街に見えるのに、住宅街としての安心感、私たちに与えてくれないのです。この違和感に名前をつけるなら、暮らしの形だけが残った空間なのかもしれません。私たちが夜の住宅展示場で感じるのは暗闇そのものへの恐怖ではありません。むしろ完璧すぎる明るさが生み出す暮らしが抜け落ちた空間の静けさに対する本能的な落ち着かなさなのです。その静けさは私たちの日常外貨に無数のノイズや他者の気配によって支えられているかを教えてくれます。帰り道に本物の住宅街の細い道を
車でゆっくりと通り抜けるとき、そこにある景色が少し違って見えるかもしれません。それぞれの家の窓から漏れる不揃いな光、カーテン越しにかすかに動く家族の影、玄関先に無造作に置かれた子供の自転車、ベランダに干された洗濯物、門頭の下に置かれた宅配の箱、どれも完璧ではありません。けれどその不完全さこそが、そこに本物の暮らしがあることを伝えてくれます。少し生活感があって、決して整いきっていないその風景が、どれほど私たちを安心させてくれるものなのか。夜の住宅展示場を思い出すと、改めて気づかされるはずです。もしこの違和感が、しばらく頭のどこかに残りそうなら、高評価やチャンネル登録でいい。次の違和感にもお付き合いください。次に夜の帰り道で、見知らぬ家の温かい窓明かりを見かけたとき、あの中には本当に人がいるのだろうかと、ほんの一瞬だけ立ち止まって考えてみたくなるかもしれません。それではまた次の違和感でお会いしましょう。